にご視聴いただきまして、今回の先生方とですね、お話をしていきたいと思いますので、先生よろしくお願いします。大丈夫です。はい。こんにちは、里中真知子です。私自身結構長い間漫画を描いているんですが、それだけではなくって、ちょうどトキワ荘の先生方がね、デビューなさったり活躍なさったところは熱心な読者であって、でそれに先生方の作品に刺激を受けて自分も漫画描きたいなと思ったもんですから、すいません、とってもこのトキワ荘があった時代っていうのは自分にとっても漫画界にとっても重要な期間だなと思っております。で、今日本の漫画って世界中で、受け入れられて、もう昔はね想像もできなかったようなありがたい状況、つまり日本が新しい漫画を生み続けている、そういう国だと思われておりますけれども、昨日今日急にこうなったわけじゃないんですね。で、今の読者の方とか皆さんにもちょっと誤解されてはいるんですが、日本は出版点数が多いから面白い作品も、分母が大きいと面白い作品も多いだろうと。だからそれで世界に受けてるんだろうというふうに捉えられがちなんですが、実はですね、日本の漫画独自の発展っていうのがありまして、世界の中ではむしろ非常識と言われた表現方法とか、ジャンル、テーマの選び方とか、そういうふうなものを垣根を取り払ってですね、漫画で何でも表現しようっていうふうに発展してきたわけですね。ですから、意外でしょうけど、1970年代ぐらいに日本の漫画を海外に持っていくとですね、こんなのは漫画じゃないって否定されたんですよ。つまり、ページ数が多すぎてどうしようもないと。で、その大体が漫画なんていうのは、文字があまり読めない人のためにね、手っ取り早く楽しめる娯楽として存在すべきであり、まして子供向けのものは教育的見地から、いわゆるこういう男の子、女の子になりましょうみたいな、なんかそれが根底にあるのに、なんだこの日本の漫画はと。主人公が誰にも理解されず倒れていったり、悪が栄えてしまったり、主人公が不細工だったり、主人公がモテなかったり、こういうのは夢がないと。でこういうのは漫画じゃないと。で、大体がモノクロで膨大なページ数を費やしてて地味であると言って否定されたんですよ。1970年代には。だからその頃アメリカにドラえもんを持ってってこれいかがですかって言った時に、大体猫型ロボット。猫っていうのは動物で、ロボットっていうのは機械であって、これは両方とも人間より劣るものであると。なのに人間であるのび太くんが、それにお塩をこうとは何事であるかと。で、しかも、のび太くんはどうもなんかモテてんだかモテてないんだかわかんないけれども、静香ちゃんが相手役であるならば、のび太くんはモテなきゃいけないのに、なんだこれはと。で、そういう否定のされ方をされたわけですね。つまり欧米的な判断で言うと、正義と悪ははっきり分かれていて、正義は必ず勝たなければいけないと。アメリカンコミックの、基本としては正義は勝つと。で、そのヒーローは戦うものであると。ヒーローはモテるものであると。なんかね、そういうのがあって。でも、それにとらわれない表現を日本の漫画家たちは早くからそういうのにチャレンジしてきたわけです。でその代表的なのがトキワ荘にいらした先生方だと思うんですが、これもですね、今時はですね、トキワ荘にいた人たちが、この時代の漫画家のすべて、となんか誤解している節があって、トキワ荘にいなかった漫画家の先生もたくさんいらっしゃるわけですよ。で、じゃあその方たちはどこで何を書いてたんだっていうと、当たり前のように各雑誌でいろんなものを書くようになっていた。
たまたま地方から出てきた少年たちがですね、トキワ荘を目指してっていうのは、みんな知り合いのいない都会に出てきて心細いですよね。そういう時に仲間同士でおいでよ一緒にやろうよって誘ってくれる人がいたら、やっぱりそこに来るということで、都会の中で慣れない生活をしていく上で支え合ってやってきた。それがたまたまトキワ荘にいた人たちであったということで、トキワ荘に入ってなかった先生方でも、もともと東京在住の先生方はわざわざね、アパートに入りませんから、だからいっぱいいらっしゃるんですよね。だから、いろんなことが時代を経ると、わかりやすいことだけは、まるで記憶のように記録として残っていくなっていう、そういうちょっと不思議な思いをしています。整理しますと、日本の漫画は自然発生的に世界で受けたわけじゃなくって、1960年代、あるいは50年代から果敢な挑戦をして、漫画の常識っていうのを打ち破ってチャレンジし続けてきた。その代表格が手塚先生であり、それに続く若手たちでありということなんですよね。そしてその先生方は全員がトキワ荘で書いてたわけじゃなくて、トキワ荘にいらっしゃらない先生方も、もうやっぱりその時代をね、切り開く作品をいっぱい書いてらっしゃる。ただ世間の理解っていうのはまだまだ遠く、漫画は所詮子供のものであるという常識がまかり通っておりました。でもその中でできる限り広い世代に向けて分かる人には分かるという形で大人にも通用するテーマを分かりやすい形で書き続けてくださった先輩方が山ほどいらっしゃるわけです。で、山ほどいらっしゃるのに悲しいかな、今もうね、漫画の歴史としてごく一部しか皆さんの意識に残らない。これなぜだろうかと思ったときに、顧みられないからである。誰かが語らなければ作品って忘れられてしまう。もしもそういう機会が得られるのであれば、もう忘れ去られてしまうかもしれない作品をもう一度皆さん気づいてくださいっていうふうに選んでいきたいなと思いました。で、最初はね、昭和の漫画100選とか言ってたんですよ。ところがあれもこれもそう、こんなのもあった、あれもすごかったねと、もう今誰も知らないし、本屋さん行っても手に入らないかもしれないけれども、あれもあの時代の中ですごくね、ユニークな作品だったねとかって言ってると、あれよあれよという間に作品が増えまして、もうやっぱりちょっと特化しようと、トキワ荘がこの世に存在した時代、その時代に発表された作品の中から100選ぼう。で、最初はね、100選んだら十分だなと思ってたんですよ。ところが実際は400以上も残したい作品が残ってしまって、そこからが大変でした。選考委員の先生方、皆さん真面目にですね、この作品はここが良かった、そこが良かったっていうふうにいろいろと議論しまして、泣く泣く100にまとめました。その中で本当に心残りなのは、選考委員の先生方の作品の中にも、この時代を代表する作品があるんですね。だけど、選考委員だからということで、もう今回はもう外すということにしました。だから読者の皆さん、応援コメントとか、作品のコメントの時にぜひですね、忘れられないように、選考委員の先生の作品も取り上げていただけたら、選考委員長として嬉しいです。選考委員務めてくださった、秋元治さんのね、こち亀とか、あれは毎回読み切ってユニークな視点から、実に幅広い科学的知識とか、歴史とか、社会情勢とか含みながら、面白おかしく見せるという至難の技を長年にわたってやってのけたものすごい驚異的な作品です。で、毎週毎週どれだけの男の子たち、女の子も含めてですけれども、痛快な生き方と世の中に生じる様々な問題を解決していく。
力ずくでね、踏み込んでいく場合もあるんですけれども、それをですね、肌感覚で笑って読めるっていうのはもう素晴らしいです。あんな作品二度とないんじゃないかと思いますね。で、あとですね、三浦充先生のかぼちゃワイン。これも少年誌の中で大柄で積極的な女の子っていうね、それまであまり少年漫画で扱わなかった、可愛くてかつセクシーで、しかもしっかりしてて頼りになる女の子。それを中心に据えて、男の子って所詮はね、周りでおろおろするだけだよねってことをね、それでもいいじゃないか、しょうがないじゃないかっていうね、温かい目で見つめた男の子が思い切って本音を言えるようになるきっかけになった作品だと思います。あとはやっぱり選考委員の菅谷充先生のね、ゲームセンターらしってあるんですけれど、ちょうどゲームが流行り始めた頃、子供たちが夢中になって、その社会的な情勢を取り込みながらですね、実に生き生きとした作品に仕上げて、読者の心を捉えて、大ヒット作になったっていう。もう時代を表すと言ったら、やっぱりもうこれを置いて他にないだろうっていう作品なんですね。で、あと、庄司陽子先生の生と職。これもですね、青春群像なんですけれども、きめ細かに心の動きが描かれていて、人は一人では生きていないんだっていうことをね、青春のほろ苦さを通して伝える、非常にもう優れた名作だと思います。で、だから、なんで残せないかなと思うと、選考委員だからねっていうことで、しょうがなくてもったいないんですけれども、あと、志賀公恵先生の、スマッシュを決めろっていうね。一口で言うとテニス漫画って言われそうですけれども、そこで、真剣にね、生きているスポーツと、青春との二輪ですよね。で、それを生き生きと描いて、少女週刊誌の時代、マーガレットですけれども、やっぱりそこで大人気を博したという。スポーツものと少女漫画っていうのはどうしてもこう恋愛っていうものも加味されて描かれることが多いんですけれども、そこのバランス、恋愛とスポーツ、人間関係、そういうのが程よくミックスされていて、非常にバランスの取れたその時代を映す、女の子が女の子らしくって何よっていうようなことに目覚め始めた時代だと思います。だから選考委員の皆さんの作品もね、本当素晴らしいのがあるので、ぜひ残したかったんですけれども、それを残してくださるのは読者の皆さんなので、ぜひ応援コメントよろしくお願いします。ということで、皆さんからもね、コメントいただきたいっていうのは、実はこの作品を残そうっていうのは日本の文化の一部なんですね。それを支えていただきたい。ですから、ぜひ皆さん、どしどしコメントを寄せていただきたいんです。選考委員だけがね、選んで、今ここに100点あります。自分たちで言うのもなんですけれども、随分広い範囲から、なんとか一生懸命漏れなく、各ジャンル集めたとは思ってますが、まだまだ足りないんですね。やっぱり素晴らしい時代だったなと思います。で、その時代があってこそ、次の世代がまた書く。そしてその次の世代も書くというふうに、どんどん広がっていったわけです。表現方法もテーマも、絵柄もそうですけれども、漫画って絵だけじゃありません。やっぱりテーマっていうのはすごく大事です。で、そういう原点を作ったこのトキワ荘っていう名前をね、お借りして、その時代に世に現れた漫画100選。もうほんとたった100選しか選べなくって申し訳ないんですけれど、いろいろコメントいただきますと、これ大きなうねりになっていくと思いますので、見ていただいている皆さんのお力でですね、もっともっと多くの作品を後世に残していきたいと思います。文化って一晩で出来上がるものではありません。今みんなに知られている作品だけが作り上げてきた世界じゃなくって、この100選の中にも今ね、残念ながらなかなか見られない作品あるんですよね。あるんですけれども、どんなものかせめて興味を持っていただいて、こういう作品が時代を作ってきたんだっていうところから
もう一度現代の漫画を見ていただければと思います。よろしくお願いします。一作も漏らしたくない。それが本音なんですね。ここたまたま100選選びましたけれども、本当は全ての作品を後世に残したいんです。本当はそういうことができてこそ文化国家だと言えると思いますので、各方面のお力を借りながら、一作でも多くの漫画を後世に残したい。みんなが時代を作ってきたんです。で、そういうことで、これがそういう動きの、スタートになれば嬉しいなと思っております。今後ともよろしくお願いします。ぜひ、どしどし皆さんコメントをお寄せください。選考委員の、選んだポイントっていうのは、本当に要約でね、ポイントしか、語れなかったんですけれども、この作品のこんなところをね、ぜひ今の人にも見てほしいっていう、そういうコメントがたくさんあればあるほど、今の読者が見てくれると思いますので、よろしくお願いします。なんか延々とおっしゃってすみません。はい、ありがとうございました。はい。